iMac の魅力っていうものをね、ちょっと皆さんにね、伝えていきたいなというふうに思っております。音がめちゃくちゃいいんですよね。作業効率めっちゃ上がるなっていうふうに思います。僕が伝えたいのは意外と持ち運びできるっていうところですね。最後に安く買う方法を紹介します。どうも皆さんこんにちは、あきらです。皆さんは仕事とかクリエイティブをするときに Mac 何を使っていますか？今回はですね、このね iMac っていう選択肢、iMac の魅力っていうものをね、ちょっと皆さんにね、伝えていきたいなというふうに思っております。最近世間ではね、iPad のね、もう話題で持ちきりですよね。今回新しく M4 ですか iPad Pro 出ましたね。そして iPad Air もね、新しいものが発売されるということで、僕もね、買いました。iPad Air 13インチをね、購入したんで、これはね、後日レビューしようと思うんですけれども、ここに来てですね、ちょっと iMac のね、魅力を伝えたいんですよ。というのも最近ですね、このね、グリーンの iMac をね、購入したんですけれども、ちょっと中古でね、購入したんですけれども、これね、めちゃくちゃ気に入ってるんですよ。で、実際に僕ね、M2 Max の MacBook Pro も使っていますし、この iPad も持ってるし、iPhone もね、使ったりする。結構いろんなね、Apple 製品はね、たくさん使っているんですけれども、このね、iMac がね、とにかく素晴らしいんですよね。なので今回は僕なりのこの iMac の使いこなし術もそうだし、MacBook とか iPad と比べて何がそんなにいいのかっていうのを今回ね、もうたっぷりと皆さんにね、紹介していきたいなというふうに思っております。で、実はね、僕大学の時に iMac の27インチモデルがあったと思うんですけど、あれをね、ローンで購入したんですよ。それで、仕事をね、今映像制作のお仕事やってるんですけど、それをね、こう本当に気合入れて頑張ろうっていうので、ローンで買ってね、24回払いかな、月々1万5000円弱とかでね、毎回バイトしながら払っていってたのがね、懐かしいんですけれども、その時の iMac とはもう結構ね、フルモデルチェンジしたというか、かなり新しくなったのが2020年ぐらいでしたよね。で、この iMac 自体は M1 チップの方で、今はね、最新が M3 チップ、Apple Silicon の M1、M3 チップからね、iMac を選ぶことができてるんですけど、で、一応公式からはね、もう M3 チップモデルしか買うことはできないんですが、実際に M1 チップモデルをね、まだ買う方法もあるので、それをね、ちょっと動画の最後ら辺でね、おすすめの買い方とか安く買う方法っていうのはご紹介しようと思っています。ってことでね、ちょっと前置きが長くなっちゃいそうなので、まずですね、皆さんにこの iMac の魅力を語りまくっていきたいなというふうに思います。めちゃくちゃ良さがあるので、ちょっとそれ全部一回紹介させていただきますね。まず一つ目がやっぱこのデザインとカラー展開ですよね。もう一番見た目がとにかく美しいと。それこそね、いろんな街並みの中でこう透明のね、こうテナントがあったりした時に iMac が置かれているね、事務所とかオフィスとかもかなり増えたと思うんですよね。で、このチャンネルでもですね、やっぱりね、この iMac がね、すごくいいデザインになっているので、こう動画のね、ところにちょっとちらっと映っていたりすると、すごくね、なんかおしゃれだなっていうふうに思うと思うんですけど、思わへん？思いますよね。正直ね、僕もちょっとチラ見せわざとしてたところあります。っていうぐらい、インテリアとしてもなるわけですよ。このデザイン性っていうのはね。で、カラー展開もめちゃくちゃ豊富で、ブルー、グリーン、赤、シルバーとかイエローとかオレンジとかパープルとかね、最大で7色展開になっていたりするので、この中から、自分好みのものっていうのはね、あるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。で、僕が伝えたいのは意外と持ち運びできるっていうところですね。iMac っていうのは、4.5 キロ以下ぐらいの重さなんですよね。なので、全然、持つことができます。これぐらい簡単に。持つことができて、正直、建物内であれば持ち運びとかも全然余裕でできます。ここのデスクからあっち側のデスクに持っていくとか、例えばこういう風に仕事をしていて、ここに誰かが座ったとして、ちょっとこれ見てくれへんとかっていう感じで、この画面を共有するっていうことも簡単にできたりするわけですよね。ここの本当にこの本体の軽量っていうのがすごく軽いので、意外とね、持ち運び的な用途で、このね、iMac っていうのをね、扱っていくことができたりするんですね。そして僕がすごい好きなのがディスプレイの綺麗さですね。これね、4.5K のレティーナディスプレイっていうものを搭載していて、明るさの光量っていうところが500ニットなんですよ。で、明るさが正直めちゃくちゃあるかって言われたら別にそういうわけではない。でもこれは屋外、外で使うことではないので、室内の環境下で500ニットであれば正直十分です。ただ特別すっげえ発光するなっていうふうに思うこともないぐらいっていう感じかな。で、何よりも Mac とか Apple 製品の魅力ってディスプレイの綺麗さなんですよ。本当にめちゃめちゃ綺麗なんですよね。この iMac は正直、安いじゃないですか。この Mac っていうものの中でも、この本体とディスプレイとキーボードとマウスとトラックパッドがついて全てフルセットでこう20万円弱とか20万円前後ぐらいの価格なんで、かなり安いと思うんですよ。その中でもこの
ディスプレイっていうものに一切の妥協がないっていうところがすごくね iMac をお勧めしたいところになってくるんですね。でこれは僕ね本当にいろんな液晶モニターをね、これ使ってるんでわかるんですけど、今ですねあちらにベンキューのモニターがあったりするんですけれども、やっぱりですね MacBook とつなげて発光させても全然ねディスプレイの発光力が違ってくるんですね。細かなドット数の綺麗さっていう解像感みたいなところは結構一緒なんですけど、なんか出てくるこの美しいこの光の具合というか、それが強くなく優しい、あくまでソフトな感じで綺麗な美しさっていうのが入ってくるのが、やっぱりこれはね Mac ならではのねディスプレイっていうのがねどこかやっぱあると思うんですよ。最近はね、僕ここにね大きなテレビが LG のね有機 EL っていうテレビがあって、これとかは有機 EL ディスプレイなので、すごいめちゃめちゃ綺麗ではあったりはするんですけれども、やっぱ意外とね PC モニターっていうのはね発光っていうところであったりとか、とりあえず Mac のねディスプレイってめちゃくちゃ綺麗なので、これがね全く遜色なく、普通にねMacBook Pro と比べたとしてもすごい綺麗にね、実現できているっていうのがとにかく僕はお勧めしたいところなんですよ。でそして続いてがですね、今の iMac には、Apple Silicon が搭載されているのでスペックの心配がほぼありません。Apple がね2020年かなに開発発表した M1 チップっていうねチップがあるんですけど、それが本当にApple のね革命を起こしたものなんですよね。で今僕が持っている iPad と MacBook にも全部 Apple Silicon が入っていて、 iPad だったら今 M1、 これも M1 で MacBook にはM2 が入ってたりするんですけど、最近はその M3 も出たし M4 までいってるんですよ。でこの M っていうついてるこの Apple Silicon っていうのが入っているだけでパフォーマンスがねレベチに高いんですよね。今までねインテルっていうね CPU とかが入っていたモデルからこの Apple Silicon になるっていうだけでもめちゃめちゃ電力効率が上がったりとかパフォーマンスがすごくもう一新されたんですよね。そのチップが入ってるからこそ全然ね正直 4K の動画編集もできるし、イラストレーターであったり Photoshop とか写真の編集とかもここでも全然ぶっちゃけ余裕でできちゃうぐらいすごくいいんですよね。っていうところで別にね安価なモデルを買ったとしてもそれなりにクリエイティブなことができたりとか、それなりにマルチタスク、正直、Windows とかを開きまくっても、10個20個くらい開くぐらいじゃ止まらないんで、全然ねそういったこともできるっていうところがすごくねいいところかなというふうに思っております。でそしてですね、僕がすごくいいなというふうに思ったのが M1 モデル、僕が使ってるのは M1 モデルと、一番最新は M3 モデルになるんですね。でこの iMac の、筐体の変更が1個もなかったっていうのが良かったと思っています。最新版の M3 チップの搭載のモデルに関しては正直中身しか変わっていないんですよ。これによって、この iMac ならではのアクセサリーとかそういったものを全く一緒で使うことができたりするので、 iMac はねここの後ろのところにポートがあったりするそこの拡張性みたいなものとか、要はこのスタンドの下に何かを置いてる人とかいると思うんですけど、そういったものも全部ね一緒のアイテムをね使うことができるっていうところもね結果的に良かったところかなというふうに思っています。そしてですね皆さん、この iMac ですねスピーカーにもなるんですよ。音がめちゃくちゃいいんですよね。これびっくりする。ちょっと一回全部聞いてみましょうか。この空間っていうところで聞く分には、正直ねこの iMac が一番ね僕は綺麗かなというふうに思いますね。すごいねなんか空間を贅沢にしてくれるっていう感覚があって、僕はねここに40平米ぐらいのねオフィスをここに構えてはいるんですけど、とりあえず自分がここのオフィスに来たらこれで音楽をかけたくなるんですよ。これで音楽をかけておけばオフィス中に響き渡るんですよね、その綺麗な音質が。Apple Music とか Spotify とかを全画面にしておけばもうめちゃくちゃ贅沢なスピーカーとしてもこれが機能するわけですよ。っていうぐらい、何かこれをね使わない時でもスピーカーとして役割があるっていうところなので、自分が作業しない時にでも音楽をかけれるものとして、めちゃくちゃ贅沢やけどっていう風な使い方ができるっていうところでもこの iMac っていうのはすごくね僕は大好きですね。でそしてさらにね素晴らしいところまだもうちょっとあるんですけど、余計なコストがかからないっていうところがありますね。結果的に iMac ってお得なんですよ。でこれどういうことかというと、 iMac を購入するとこのキーボードもついてくるし、このマウスもついてきますね。オプションでねこのトラックパッドでね選んだりすることもできるんですが、プラスでこの本体とディスプレイっていうものが全て付属をするっていう形になるんですね。
基本的に PC を購入するとなると、まずは PC の本体を購入して、で、モニターを購入して、キーボードを購入して、で、マウスを購入するっていう、いろいろと揃えていかないといけないっていうのが、デスクトップ PC っていうのはね、そういったものなんですよ。ただ、iMac っていうのは全部オールインワンだからこそ、結果的に安いよねっていうところになるので、特に Mac mini とかが全くそのね、別々のもので、Mac mini はこう本体だけっていう感じになってくるし、で、それで言うと、スピーカーも本来買うべきなので、やっぱそのディスプレイ系のモニターってね、やっぱ全然そこまで音が良くないんですよ。ってなったらスピーカー欲しいなって結局なっちゃうんで、そうなった時に、これはめちゃくちゃスピーカーとしてもすごくいいから、ってなると結果的にねお得っていうところがあるので、自分でこう検索して探して買うのもしんどいっていう方にはすごくね助かるところかなというふうには思いますよね。でそしてですね、パフォーマンスのところになるんですけど、作業効率めっちゃ上がるなっていうふうに思います。僕の用途っていうか業務内容にもよってくるんですよ。僕はこうがっつりとね映像制作をしたりするので、そういう用途では正直使えないです。十分なんだけど、もう結構ガチプロ映像用途とかにはやっぱさすがにね足らないので、そういう時は僕はねもう別でやるんですけど、そうじゃない時、例えば写真の編集であったりとか、ウェブでこうメールを返したりとか、またはデザイン制作をしたりとか、あとはこうノーションでねこういろんなこう管理をしていったりとかね、結構いろんなこうタスクってたくさんあるんですけど、そういった時は僕ねこっちでやるんですよね。 MacBook を使うこともね全然あるんですけど、正直今の比率で言うと5対5ぐらいでねこっち使うんですよね。それはやっぱりこの今の24インチっていうねこのディスプレイの大きさがあるので、基本的にウィンドウを MAX 全画面にしてね出すっていうことはなくて、基本的にはこう右半分にウィンドウ1枚置いて、で左のをさらに置くとか、結構ね本当にこう大画面のパワーっていうのはかなりあるんじゃないかなというふうに思います。であとはね、僕なんかはやっぱ映像制作をしているので、映像っていうものをたくさんのいろんな人と見る機会が多いんですよ。僕の YouTube コンテンツもそうなんですけど、みんなでこの画面を見てるシーン結構ありましたよね。撮影してきた写真とか映像をみんなで見て確認してるシーンであったりとか結構あったと思うんですけど、そういう感じで、こう画面のシェアっていうのがすごく、やりやすいデバイスかなというふうに思いますね。MacBook Pro でもできはするんですけど、やっぱちっちゃいっていうところがあるので、こっちの方がねちょっと遠目からでも全然見れるんですよ。これぐらい離れててもね全然余裕で見れますので、そこがね結構僕はiMac のいいところかなと思いますよね。でさらにもう一個あって、これめっちゃ大事だと思うんですけど、姿勢良くなるんですよ。姿勢これかなり大事。僕ね MacBook も持っているんですごいねこれに関してはね感じることが多くて、 MacBook 開くとこうなりますよね。じゃあ目線が下なんですよ。こういう風にいじることになると、カフェとか行ってもこういう風に基本はこうなるんですよね。でも iMac っていうのはこうなるんですよ。目線が上やからこういう風に編集をしていくことができるんですよね。っていうのが結構やっぱ違ってくるんですよ。本当にこう腰痛持ちの方とかもだいぶとねこれは恩恵があると思いますし、で最後ねもう一個ね伝えたいことがあるんですけれども、ウェブ会議ですね。内蔵のねカメラを搭載していて、これは結構綺麗なんですよ。なのでカメラと、マイクがねすごくいい感じなので、全然ねこれでできます。ちょっと見てみますか。はい、これがですね実際に iMac でこのねカメラで撮っているものになります。でマイクも実際のねこの iMac の本体マイクになっているんですけれども、音質と画質の方はいかがでしょうか。マイクでちょっと反響はねしてるかなというふうに思うんですけれども、ちょっとそれはオフィス的なね構造のところになるんですけれども、でも比較的綺麗なんじゃないかなというふうに思いますね。これよりも前の iMac とかね結構顔とか暗かったんですけど、割とねこの顔のハイライトとかね割といい感じに補正してくれてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はいという感じでですね、これぐらいね結構魅力が詰まってるんですよ。どうですか、ちょっと欲しくなりませんこれマジで僕ね結構いろんな今年ねめちゃくちゃ頑張って買い揃えたんですよ。このオフィスとかもあるのでテレビでやったりとか、後ろのねカメラたちもね頑張って揃えたんですけど、でもね買ってよかったものとしてなかなか上位に食い込んでくるものですね、この iMac っていうのは。それぐらい僕は本当にね購入してよかったなっていうふうに思っております。ってことで、この iMac の魅力をたくさん伝えてはいるんですけれども、一方でですね、気をつけておくっていうか、知っておくべきポイントっていうのもめちゃめちゃあるんですよ。ここまででみんな、欲しい買いたいってなった人めちゃくちゃいるんじゃないですか。どうおらへんおるでしょっていう人に向けて、実はでもここはやっぱ MacBook の方がいいよとか、ここはねちょっと知っておいてほしいなっていうのも、これも結構あるわけですよっていうので、しっかりとねここをお伝えしていこうかなというふうに思います。じゃあまずは不便と感じるところからいきます。でそれが終わったら不便じゃなくて気になるぐらいのところですね。まずは不便と思うところからいくんですけれども、それがですねここのねこのアイテムたち全部ですね
ライトニングなんですよ。ライトニングケーブルなんですよ。なんでやねんって感じなんですよね。すべてのね、このアクセサリーね、充電して、ワイヤレス、無線でね、接続をして、操作をすることができるんですけど、キーボード、マウス、トラックパッド、ライトニングケーブルで充電をしないといけません。ほんまにって感じなんですけど、この M3 チップのね、搭載モデルでも、これがね、まだまだライトニングなんで、これはもうクソですよね。本当に。早めにね、USB-C にしていただきたいなと思うんですが、そこはね、ちょっと注意点というか、そういったところになっています。で、一応ね、付属のケーブルがね、入っておりますので、全然充電ができないってわけじゃないんですけど、ライトニングケーブルになって、しかもね、それがね、マウスとかね、ケツに、てか下に刺すから、このまま置けないみたいな感じになっちゃうっていうね、クソ仕様なんですけど、こういったところがね、ちょっとありますね。で、そして、デザインのために仕方ないんですけど、ここのね、ポートが全て裏側にあるんですよ、USB-C が。僕のモデルは4つ刺せるものになっているので、4本刺せるんですが、これが背面になるので、ちょっとね、一回一回刺すときはこういう風に背面を見ないといけないっていうのが、刺しにくいところかな。で、すごいね、ちょっと注意ポイントになるんですけど、この iMac 本体は箱から出してしまえば、そこまで大きくはないんですよ。大きい、普通ぐらいなんですけど、元箱がでかいんですよ。でかすぎるんですよね。送られてくるこの梱包の箱がでかくて、めちゃくちゃ場所取ります。一人暮らしの方がきついと思うっていうぐらいでかい。なんで、もともとね、入ってくる段ボールとかを捨てたくない人たちは、その保管をどうするかっていうのを先考えてから買った方がいいですね。僕はね、こういう仕事をしてるのでね、機材箱がもう有り余ってるんですよ。自宅にもね、ロフト全部埋めちゃってるぐらいなんですけど、それもあってね、最近トランクルームを契約したんですよね。なので、月1万円ぐらいとかでトランクルームを契約して、そこにね、もう全部箱ぶち込んでるんで、なので、そういう自宅に物置とかがない方とか、特に一人暮らしの方は、そのね、箱どうするか問題は先に考えた方がいいと思います。めちゃくちゃでかいからね。で、ここからはちょっと気になるところになってくるんですけれども、一個思うのが、この iMac 自体は、電源のコンセントに直接挿して電源を供給するんですね。で、これ自体にバッテリー的な機能はないわけです。で、これがややちょっと不安なんですよ、僕としては。やっぱ停電の時とかにシャットダウンしたら、そのデータがちょっと壊れちゃうかもしれないっていうのが、リスクとしてあるわけですよね。なので、大容量である必要はないんですけど、電源を抜いた時にも、ちょっと蓄電されていて、30分ぐらいしか持たないとかでもいいんだけど、それでもちょっと耐えてくれた方が、停電とか電源が抜けちゃった時に、一気にシャットダウンできないっていう仕組みになると、めちゃめちゃいいなっていうふうに思うんですよね。で、あとね、結構な欠点にはなるんですが、背面がね、見えない問題が発生するんですね。今、僕はね、オフィスのこのアイランド型のデスクに置いてるから、基本的にオフィスから入ってくると、この iMac の背面が見えるわけですよ。この造形が見えるんですけど、ほとんどの方が壁際に向けて置くと思うんですね。ってなった時に、背面を見る機会がないと思う。そうなると。なので、結局、ここのデザインだけに惚れて買うと、意外とここを見ることはないから、ちょっとそれがモヤモヤしますね。多分ね、使ってるとね。そしてですね、実際ちょっと使ってみて思うんですけど、これ24インチなんですよね。で、画面のベゼルが太いっていうのもちょっと気にはなるし、のと、画面自体はでかいんですけど、表示領域は意外とちっちゃいんですよね。で、僕はね、32インチとか27インチモニターをね、今3台ぐらいこっちにあるんですけど、それと比べたらやっぱちょっとちっちゃいので、もうちょいでかかったらなっていうのは思いますね。最低でも27とかが欲しかったなっていうのは、正直思う。特にね、動画編集画面とかで見比べると一発でわかるんですよ。24インチって結構表示領域が少なくなっちゃうので、27、32とかの方が増えるので、それが気になるぐらい、そういうクリエイティブ作業する方は、ちょっとね、そこ注意点ではあるかなと思いますね。で、最後にちょっと気になるところで言うと、カメラの位置ですね。これは本当仕方ないんですけど、結構上の部分にあるので、ズームとかで会議してる時に画面を見てると、僕の目線はちょっと下に向いてるように見えると思うんですよね。ちょっとね、向こうにもなんか変な感じにしちゃう気がしますね。っていうのが僕がね、実際に使っていて感じていた、注意点と、少しね、気になるところになっております。ちょっとこっから実際にですね、iMac の方がおすすめっていう人と、iMac
Mac はおすすめできないっていう人をちょっとね、僕なりにもうね、結論を作ったので、それをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。まず iMac の方がおすすめな人、MacBook とかよりも iMac の方がおすすめな人っていうのは、初めて Mac を買う方は iMac がおすすめかなと思います。MacBook とかもすごいね、完成度高いし、もうそれあれば持ち運べるんですけど、Mac 入門したいとか、初めてね、Mac を使ってみたいっていう方は iMac 結構いいですよ。やっぱり全部揃っているっていう、このオールインワンっていうところと、こうデスクトップ PC っていうところにね、不便さを感じない人はもう結構一択で iMac っていうのがね、すごくおすすめできるかなというふうに思いますね。で、逆に2代目の Mac を考えている人にもすごくおすすめなんですよ。MacBook をすでに持ってる方にも iMac っていうのはおすすめです。で、これなぜかっていうとですね、もちろん用途も変わってくるんですけれども、僕なんかは普段やるタスクっていうのを基本クラウド管理をしてるんですね。まさに今ね、ここに台本があるんですけれども、この台本も Notion っていうね、ものを活用して作ってるんですけど、これはクラウドで連携ができるんですよ。なので iPhone で見ようが iPad で見ようが Mac で見ようが全部同じに表示ができるんですね。ネットがつながっていたら。で、今はここに僕が追加で何かを記入したら全部にそれが反映されていくんですよ。なので出先で MacBook を使ってそこでなんか頑張って、資料を起こしたものをこう帰ってきて家でしっかりとじっくりそれをこう整理していくとか、そういったこともできますし、僕はデザインとかは今最近 Canva を使って、サムネイルとかも作ってたりするんですけど、この Canva も全てクラウド上で、統一して、保管して整理してやっているので、例えばカフェで iPad でちょっとアイデア出しぐらいやったものをこう家で帰ってきて大画面でしっかりとねこう厳密にやっていくみたいなことができたりするので、意外とねこう2台持ちっていうのもすごくね選択肢としてはめちゃくちゃありだというふうに僕は思っておりますね。で、あと写真編集する方は iMac がいいと思う。なんかね、動画編集ってなるといや全然できるんですけど、僕として動画はやっぱねGPU とかもめちゃくちゃ使うから、僕はやっぱ MacBook とディスプレイつないでやることが多いんですけど、写真とかはね結構こっちの方がいい気がする。動画は再生する時に全画面にしたらいいんですけど、写真っていろんな枚数をやるから全部を全画面にしてできないんですよね、MacBook の中では。なので写真をこういじったり編集したりこう管理する人はこっちでやる方が、正直全然やりやすいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。っていうのが僕なりに考える iMac の方がおすすめな人というふうになっております。逆にですね iMac がおすすめできない人もやっぱりいらっしゃるんですけど、それがですね、まずはあらゆるこだわりが強い人は iMac やめといた方がいいと思います。例えばマウスとかも自分で揃えたい、キーボードも打ち心地もっといいものを使いたいとか、一個一個のプロダクトにして自分の好きなものがある人は iMac じゃないと思う。そこは iMac っていうのはやっぱこうトータルを使っていてこそ発揮できる魅力があるので、そこはねやっぱ違う気がしますね。なのでこう USB のハブとかもめちゃめちゃ必要な人、例えば SD も挿すわ HDMI も挿すわ、めちゃめちゃ SSD とかブワーって挿していくわみたいな、でさらに外部出力も挿したいわっていう方には正直ね iMac である必要はないと思いますね。で、あとはもうやっぱゴリゴリのクリエイティブをする人ですね。そういった方には、スペック的にやっぱねちょっと物足らへんと思うかな。僕とかもねまさにこういろんな映像作ったりするんですけど、そういう用途ではやっぱ使えないかな。使えないことはないんだけどやっぱ重いかなっていうのはあるので、そういった方にはやっぱおすすめはできないかなっていう感じですね。ということでですね、最後皆さんにこの iMac の購入ガイド、選び方ガイドをねご紹介していこうかなというふうに思います。僕なりにおすすめのね購入ガイドっていうものをねちょっと見ていきたいなというふうに思います。現在の iMac の展開っていうのは3段階展開という風になっておりまして、正直でもこの中で一番左のものっていうのは、この一番安いものっていうのはよっぽどな理由がない限りこっちにしない方がいいと思う。なので実質的に23万円ぐらいからになっちゃうんですけど、これなぜかっていうとですね、このね iMac っていうのはポートが2つのモデルとポートが4つのモデルに分けられるんですね。ここですね。このポートがサンダーボルト4が2つは絶対ついてるんですけど、さらに USB-C が2つついてるモデルが拡張性であるんですよ。で、これが4モデルの方が僕はやっぱどうしてもおすすめかな。で、その理由がですね、このポートが4つのモデルになるとこうタッチ ID 搭載のこうマジックキーボードになるんですよね。で、これが素晴らしいんですよね。タッチ ID でこう開くので、こう本当に指をこう押すだけでこうロック解除できるんですよ。これだけでもこっちを選ぶ理由があるんじゃないかなというふうに思うぐらいですね。で、あと4ポートの方じゃないとさらにですね、イエロー、カラー、オレンジ、パープルっていうこの3つが選べなくなるので、2つのポートの方だったら4つのカラー展開しかないので、よほどな理由がない限りは4ポートの方がいい気はするんですよね。とにかく安く抑えたいとか、カラーがね、このグリーンとかがいいっていう方はポート2でもいいと思うんだけど、でもタッチ ID 結構大きいですよ。
で、あとポートが4つあるといいのは、やっぱその SSD をさせたりとか SD カードとか、僕とかはね、こういう iPhone のね、充電器をね、ここの後ろにつけて、でこれでこうマグセーフ充電をねもうずっとしてるみたいな感じにしてたりするので、常にね埋まってしまうポートっていうのもやっぱ出てくるので、そういったところを考えると、4ポートの方が、結果的にねやっぱあってよかったなって思うと思うんです。で、あと注意するところはストレージかな。 iMac はねやっぱこう中身にねこう貯めておきたいと思うん僕はそう思うんですよ。やっぱこう SSD とかを外部で挿してそこにハードディスクとかもね保管していくよりも、これが美しいからあんまりこう挿したくないんですよね。なので中身をねなるべく多めにしたいから、256はちょっときついかな。512ぐらいは欲しいところかなっていうふうには思いますね。ちょっと高くなっちゃうね。でもねっていう感じでちょっとね見ていったんですけど、でも結構高いじゃないですか iMac。昔もっと安かったんですよ。特に M1 チップモデルってね10万円台ぐらいで買えるんですよね。で、僕中古で12万円とかで買ったんで、めちゃめちゃ お安く買えたんですよね。なので最後に安く買う方法を紹介します。めちゃめちゃこれお得なんですけれども、実は Apple っていうのは Apple の整備済み品っていうね、サイトがあるんですよね。これはもう公式がメンテナンスをしてほぼ新品のようなめちゃくちゃ綺麗な状態で購入することができるんですね。でこれが定価よりもかなり安いんですよ。全然ね20万円切りのね、iMac めちゃくちゃあります。これ在庫めっちゃあるんで、ここから買うのがおすすめかな。でこの整備済み品だったら M1 チップモデルもあるんですよ。なので M3 モデルしか今買えないんですけど、この過去の M1 チップモデル、僕のような M1 チップモデルも購入することができるんで、ここで買うのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。でここ結構ね在庫めっちゃコロコロ変わるんですよ。すごい売れるんでバンバンね入荷しては売れて入荷しては売れてってなるんですけど、これをねいち早く、感知するために僕はね Twitter アカウントの、Apple 整備済み品入荷速報みたいなアカウントフォローしているんですよね。で多分ねこれプログラミングされていて、入荷が始まれば、更新されればツイートしてくれるので、ここで見張っておいて、安いものを買うっていうのが結構僕としてはおすすめかなっていうふうに思いますね。あるいは普通にメルカリとかフリマサイトとかで、中古で買うっていうのもちょっと怖いけど、そういった方法で買うのもいいかなと思いますね。Apple 製品個体数がすごく多いので、全然ね定価よりも安く買う方法は結構あるので、中古にはなるんですけど、そこのバランスをとって結局ね Apple の整備済み品がいいと思うんですけど、これで買うのが今は一番おすすめかな。新品高いからね。僕の持ってるこの MacBook Pro もね、整備済み品で買ったもので、価格は55万円ぐらいしちゃったんですけど、全然問題なくバッテリーも 100% で買うことができたし、全くね問題なく使用ができております。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ですねこの iMac っていうね選択肢を皆さんにねちょっとご紹介したいな、伝えたいなと思って動画をね作らせていただきました。めちゃめちゃ最近はね iPad のねもう話ばっかりではあるんですけれども、この iMac をね使ってね本当にこんな気に入ると思ってなかったんですよ。僕はサブ業務ぐらいとして、正直あとこのインテリアとしていいから買っちゃおうっていう感じで買っちゃったものなんですけど、こんな使えるっていうぐらいですごい驚いたものにはなっているので、このね良さはねぜひ伝えたいなと思って伝えさせていただきました。正直ね僕こっち側のねフロアでね仕事をするよりもここでね iMac でね何かしらのこう業務をする方が楽しいんですよ、個人的にはね。っていうぐらいねいろいろとこう感じるもの、使ってみての使用感っていうのがねたくさんこう使用してから僕も3ヶ月ぐらい経ってるんでいろいろと分かってきたので、ちょっと今回ね改めて1本動画にしてみようと思って作らせていただきました。でですね、僕 iPad Air 13インチモデル購入しましたので、それのレビューもめちゃめちゃふんだんに作っていこうと思っておりますし、iPad の使いこなし術とかね僕なりのものとかもねたくさん動画をね作っていこうかなというふうに思っておりますので、今後ちょっとね Apple 関係動画多くなるかと思うんですけれども、全部ね有益なものになっているというふうに思いますので、今回のこの動画もね特に整備済み品のこととかもね忘れないようにいつでも見返せるようにねグッドボタンで保存していただければすごく嬉しいなというふうに思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。